はい、どうも菊池幸です。今日はですね、アートの鑑賞方法ですね。アートをどうやって見るのかという話をしたいと思います。で、よくですね、聞かれるんですよね。難しい現代アートとか出てきたりとか、現代アートじゃなくてもちょっと抽象画とかですね、だったりとか、そういうのを見たときに、あとは宗教画ですよね。これどうやって見るのとか、何がすごいのとか、よくわかんないっていう話をよく聞きます。で、その度に説明したりするんですけども、それをね、今日はね、ちょっとわかりやすく説明したいと思います。で、理由としてはですね、一応そういう現代アートとか、昔の古典アート美術とか、見方とかは専門書がちゃんと出てるんですよね。アートの見方とか、わかり方みたいなのはあるんですけども、結構二極化していてですね、片方はめちゃくちゃ難しくて正しい。ただ、ものすごく読むのがちょっとしんどい。結構難しい。だけど、すごく正しいこと言ってる。すごくちゃんとしてる。で、もう片方は、適当言いやがってみたいなのも正直あるんですよ。全然そんなんじゃないぞっていうのが、でも分かりやすく初心者向けに本が書かれてるとか、解説されてたりするんですね。なんでちょっと僕の方で、よく大学とかで講義とかもしたりするので、そういういつもいろんな人で話してる内容を少しコンパクトにまとめてですね、難しすぎず、ね、ちょっと適当すぎず、分かりやすく正しい情報をというつもりで一応なるべく配慮してですね、今回お話できたらなと思っています。はい、それではですね、じゃあアートをどう見ていけばいいのかっていう時にですね、4つの要素に着目すると読み解きやすいってことですね。じゃあ何かっていうと、1つ目は、文脈って言ったりします。時代背景のことですね。時代背景。まだわかんないと思いますけども、とりあえず一回聞いてみてください。文脈、時代背景ってものがあります。で、次にコンセプトっていうのがあります。それは動機とか、意図ですよね。制作意図っていうものです。で、次にプロセスってものがあります。表現手法とか、制作のその過程ですよね。そういう方法みたいなものがあります。で、最後に作品っていうものがある。で、これはワークとか言われるものですね。パフォーマンスとか、そういったものになるわけです。で、この、カタカナに直すと、コンテクスト、コンセプト、プロセス、ワークみたいなものですね。日本語で言えば、時代背景、動機、表現手法、作品みたいな。この並びっていうのをちょっと意識しながらこの後の話聞いてほしいんですけども、基本的にはこの4つの要素で全てのアートができてます。これは時代を問わずです。地域を問わず。全てのアートっていうものの、構造はこれでできてるって言っていいと思います。こういうのを導入にして理解していくと、いろんなことが理解しやすいかなと思っています。はい、それではですね、じゃあ実際にその4つがどういうふうに関わってくるのかっていうのを事例を挙げながらね、ちょっと説明していきたいと思いますけれども、今回はちょっと分かりやすいかなと思う例で、リアリズムって言われるもの、写実主義って言われるものと、あとはその次の時代に出てきた印象派って言われるものですね。日本でも人気の。で、あとは現代アートっていうものです。その辺の絵画とかとはちょっと一瞬無縁かなと思われるようなものも、実はこの構造でできてるよ。同じ構造でできてるよって話をちょっとしたいなと思っています。ではですね、まず最初に写実主義の事例からちょっと説明していきたいと思います。この写実主義っていうのはリアリズムっていうものなんですけども、代表的な人で、ギュスターブ・クールベっていう人がいます。で、じゃあさっきの4つの構造でこの人の作品っていうかね、やったことを振り返ってみたいと思うんですけど、まず時代背景としてはですね、当時はですね、すごく理想化された絵が多い時代だったんですね。で、どういう時代だったかっていうと、神話の絵だったりとか、偉い人の絵だったりとか、聖人の絵だったりとか、そういうすごく一般的な現実とかではなくてですね、理想化された、おとぎ話というか、そういうものを絵にすることが多かったんですね。じゃあそういう時代背景があった、コンテクストがあったっていうことです。時代の文脈があった。で、次に、じゃあそこでクールベさんは何を考えたかっていうとですね、現実に目を向けようということを考えたわけですね。目の前にあるものを描こうと。そういう理想化されたものばっかりじゃなくて、目の前の現実を描きましょうっていうコンセプトが生まれる。制作意図ですよね。こういうことをしようっていう動機が生まれるっていうふうになります。で、クルベさんは何をしたかっていうと、そこがプロセスになってくるわけですけども、その辺にいる人を描いたんですよ。本当に。
偉い人とかじゃなくて、その辺で働いてる人とか、目の前にある自然とかですね。神話上のとかじゃないですよ。本当に見たまんまの自然とか、そういうものを描いていったわけですね。それがいわゆる現実を描いてるってことなので、リアリズムって言われるわけです。そこでコンセプトとか主義みたいなものが出てくるんですね。黒部さんはそういう神話とかのそういう理想化されたものとかじゃなくて、目の前の現実を描きたいっていうふうにして描いたと。で、実際にワーク、作品が出てくるわけですけども、有名なものだと本当にこう働いてる人のね、絵を描いたものだったりとか、あとは成人の葬式のようなですね、すごく宗教家の構図を使っているんですけども、実はそれを描いてる人はただの近所の人の葬式だったりとか、それ目の前のものをまるでこう、なんていうんですかね、成人のもののようにですね、描くみたいなことをしたりとかして、現実のものを、そういう理想化されたものに対してちょっとこう対決させるような形でですね、描いたんですね。当時はもうボロクソ言われたりした人なんですけども、そんな風にこう時代背景があって、文脈があって、で、こういうことしようっていうアイディアがあって、制作意図があって、コンセプトがあって、で、描いてるっていうことですね。こういう構造がアートにはあるっていう一つの例ですね。なんでこう写実主義なんで現実のものを本当にこう地味な色でですね、すごいゴツゴツと緻密に描くわけですね。そういうことをするんですけども、ただ絵を見ただけだと、なんか細かく描かれてる絵だなって思っちゃうかもしれないんですけども、実はそういう時代背景とか、狙いみたいなものがあって、こう絵が描かれてるよっていう、一つの事例がこのリアリズムっていうものでした。はい、次にですね、印象派ですね。さっき説明した写実主義の次に来る、主義なんですけども、印象派、なんていうの、インプレッショニズムって言うんですけども、これはじゃあどういう時代背景だったのかっていうと、当然写実主義が出た後なので、現実に目を向ける傾向が強い時代になったんですね。ずっと理想化された時代、ものを描く時代から、現実の身の回りのものを描くことにしようっていう風に時代がなってきた。ね。目の前の現実を描こうっていう風潮が高まってきた。そういう時代が時代背景になります。ね。写実主義の次なんでね。ではその時にどういう、時代背景にプラスアルファで言うと、どういう時代だったかっていうとですね、産業革命とかもあったんで、蒸気機車とかができてですね、発明されて、ちょっと都会から地方とか、森とかね、海辺とかに出かけることができるようになったりとかした時代でもあります。でさらにですね、すごく決定的なのが、チューブ絵の具ってものが発明されます。で皆さんは多分絵の具っていうとチューブに入った絵の具を想像すると思うんですよね。でそれをこうビュッと絞り出して描くっていうイメージがあると思うんですけども、印象派のこの時代に実は発明されたものなんですね。それまではじゃあどうしてたかっていうと、手作りしてたんですよね。簡単に言ってしまえば。練ってたんですね。自分で一から。で、パンとか手作りしたりとか、クッキー手作りするのを思い浮かべてもらったら分かると思うんですけど、本当粉をこう練るじゃないですか。こねこねと。あれと同じことを実は絵の具でしてました。ペースト状の絵の具を作るために、色の原料になる顔料っていう粉と、メディウムって油だったりとかをこう一生懸命練り棒に練るんですね。で何時間も練って絵の具を作って描いてたんですね。だからこう持ち運ぶってことがあんまりできなくてですね、アトリエで描いてたんです。だからどうしてたかっていうと、外の風景が来たい時はスケッチをしてきてですね、で水彩とか鉛筆とかでスケッチを取ってアトリエまで持って帰ってきて、でそれをこう見ながら写したりとかですねしながら描いてたって、そういう下図っていうかスケッチを修作ってものを元に描いてたんですね。背景は風景見て帰ってきて、でそこにいる人物はモデルさん呼んでアトリエに呼んで描くとか、そんなことをしてたりしたんですね。ただここでチューブ絵の具っていうのが発明されたっていうのがこの時代の大きな転換点になります。あとですね、写真とかもできちゃうんですよね。ボイコットなんかも出てきたりするんですけども、要するにただ記録するっていうか克明に書くってことの意味もちょっと薄れてきちゃうんですよね。写真があればいいっていう、今も言われたりしますよね。写真でいいじゃんみたいな。そういう風になってきてリアリズムみたいなものもちょっと役割が変わってきちゃう。そんな時代でした。じゃあそんな時代に印象派の人たちはどんな制作意図、コンセプトを持ったんだろうっていうと、やっぱ現場で直接物を見て描くってことをしようとしました。で、具体的に何に注目したかっていうと光とかですよね。光とかっていうのは本当にどんどん刻々と移り変わるものなので、同じ場所で同じモチーフを描いたりすると時間によってどんどん赤くなったりとかですね、朝だったら白っぽくなったりとか、色が変わっていくわけですよね。そういう時間の移り変わり、自分の目で見た色の移り変わりとかを変えたりとかしてたんですね。そういうふうに現実のものを見ようってことで、
直接現場に行ってですね、イーゼルを立てて、アトリエに持ち帰って描くんじゃなくて、その場で直接こうスケッチするように絵を描いたわけですね。それが印象派のすごく特徴だと思います。それはでもそういう時代背景があってこそですよ。現実を直接描こうみたいな、そういう気風が高まっていったし、直接出かける手段もあって、そこに持ち運べる絵の具ができて、で、ただ写実的に描くっていうの意味が薄れてきちゃった。写真が出てきてね。そういう時代だからそういうことしようってなったわけですね。そういうコンテクストがあって、コンセプトが出てくる。っていう、まず、つながりがあるわけです。じゃあ、どういう表現しようやったかっていうと、もうチューブ絵の具から絞り出したのをそのままこうやってベタベタ塗っていったんですよ。ね。ほんと見たまんま、それをこうスケッチするように描いていった。ね、即興的な絵ができます。ね。でそういうふうなこと、プロセスが出てくるわけですね。なんか持ち帰って緻密に描くっていうよりかは、もうその場で見た感じで描いていく。観察して描いていくっていう絵が出てくるわけです。で、最終的にできたのが作品。有名なのだと、印象派っていうのの名付けの元になったような印象日の出っていうクロード・モネの作品もありますし、ルノワールとか、もうそういう代表格ですけどね。そういう見たまんまを描くような、直接外で観察して描くような絵が流行ります。これがいわゆる印象派っていうものですね。それでですね、その後抽象画とかも流行ったりするんですけども、最後に出す事例ですね。これが多分皆さんが一番よくわからんってなるやつなので、最後事例として挙げておきたいんですけど、今までのね、写実主義とか印象派っていうのは多分皆さん時代背景とか知らなくてもね、見れる絵だと思うんですよ。正直一生懸命美術館行って見れば、綺麗だなとか、なんか好きだなとか言って、感覚で見れたと思うんですよね。でも今度のはちょっと違います。今度紹介するのはレディメイドっていうものです。レディメイドっていうのは何かっていうと、現代アートです。要するにね。で、現代アートってどう見ればいいんだろうっていう話をちょっとしていきたいと思います。でこれは抽象画とかもちょっと出てきて印象派の後の時代ですよね。なんですけども、時代背景からちょっと説明していきましょうか。時代背景としては、そういう抽象表現とか絵の具をべちゃーって塗るとかですね。そういうのも出てきた時代なんですね。でアンデパンダンなんていう前衛表現集団が出てきて、それでも一生懸命絵画描いたり彫刻作ったりしてたんですよ。いわゆる今の現代アートとはちょっと言い難いというか、諸説ありますけど、もうじゃ造形的なものが大事な時代だったんですね。どんな色使うかとか、どんな描き方するかっていうところが大事。さっきの4つの要素で言えば、プロセスとか、ワークってところが注目されてた。ね、どんな仕事で描いてるかとか、どんな描き方したとか、いうことが大事な時代なんですね。なんでここまでの時代は全部そうだったんですよ。描き方が大事。で、マルセル・デュシャンっていう人がここでいるんですね。登場するんですけども、さあ、この人が大事件を起こすんですね。簡単に説明しますよ。全部簡単に説明しますけど、アンデパンダン展っていうのがアメリカで開かれてね、その時に、無視覚、無審査っていう展示があったんですね。無視覚、無審査です。だから資格とかも問わない。審査もしない。で、出品できますよっていう展覧会があったんです。前衛表現って歌ってるだけあってね、何でもいいよって言ったんです。何でもありって言ったんですね。で、それを聞いた受者にはですね、おやおやと、無資格無審査かっつってですね、何をやったかっていうとですね、便器を送りつけます。便器。何のっていうと、本当にただの便器です。男性用の小便器ですね。陶器でできた便器。何にもあれですよ、自分で作ったとかじゃないですよ。本当にその製品としてある既製品の便器にリチャード・マットっていう偽名のサインを入れたんですね。偽名のサインを入れて、その便器を送りつけるんですよ。でするとどうなったかっていうと、当然却下されるんですね。これはわいせつだとか、これは芸術作品と言えないと言って、取り下げられちゃうんですよ。でそれに、デュシャンがですね、猛抗議をするという、そういうちょっと事件があったんですね。で、これすごく重要な事件なんですね。現代アートの始まりとも言われたりする事件なんですけども、要は無資格無審査って言って何でもありって言ったのに拒否したわけですよね。でデュシャンがおかしいじゃないかというわけなんですけども、デュシャンがここで言うので非常に面白いのは、このじゃあ便器とね、みんながいいって言ってその表現してる絵画とかと何が違うんだってことを言うわけです。例えばデュシャンはこういうことを言ったりします。何もかもアートってその絵画だったりしても選ぶことだって言ったりするんですね。選ぶこと、選択することだって言うんです。例えば絵の具で描くっていう時も、まずは赤のチューブとか青のチューブを選ぶことだと。次にそれをパレットに出したら、今度そのパレット上の色を選んで描くんだと。要するに、もともとチューブとか絵の具は僕たちが作ったものじゃないですよね。
誰かが作ったものだって、例えばそれで花瓶を描きますって言っても、その花瓶も自分で作ったものじゃないですよね。全部既製品なんですよ。キャンバスも誰かが編んでくれて、誰かが木枠を作ってくれて用意されたもの。紙だってそうですよね。自分で一から作るわけじゃない。そういうものを選んで組み合わせてるんだということを言うんですね。まあそう言われてみればそうかもしれないですよね。自分でオリジナルの作品だって言ってるものももともとあるものの組み合わせなんだと。何もかも選択なんだと。選ぶことなんだと。そういうふうにデュシャンは言うわけです。そう言われちゃうとですね、困っちゃうわけですよね。それもそうだなという気もするんですね。例えば別の例で言うとですね、言葉で喋るんだってそうですよね。我々日本語でこうやって喋ってますけど、日本語って別に作ってないですよね、自分で。誰かが作ってくれた言葉で、誰かが決めた文法っていうルールで、それを借りて喋ってるわけです。それを選択してるんですよね。この言葉、辞書に載って言葉を選んでるんです、私たちが。選んで組み合わせて喋って表現してるんですよね。日本語って言葉を別に我々は作ったわけじゃないので、それがいわゆるレディメイド、既製品っていうものを使ったアートの基本的な考え方です。もともとあるものにちょっと手を加えただけでアートにしちゃう。アートだって言っちゃうっていう。それがレディメイドっていうものです。なので、時代背景から説明すれば、そういう今ある価値観を壊していこうみたいな前衛表現が盛んだったんだけれども、その時はやっぱり手仕事とか、やっぱり仕事ですよね。ワークっていうところが重要視されてたんですね。どんなプロセスで書くのかとか、やり方とか、その物質的なところがですね、重視されてたんだけども、そういう時代背景があって、で、デュシャンはそれにちょっと喧嘩を売ったんです。それがいわゆるコンセプトですよね。動機です。としては、それを、ちょっと揺るがしたんですよね。で、実際的なプロセスって表現手法としては、その便器にただサイン入れただけとか、そういうものを出した。他にもなんかスツールとかの使ったのもあるんですけど、本当に工業製品ですよ。工業製品にちょっと並び替えただけとか、組み合わせただけのものをアート作品として発表したんですね。ということをデュシャンはしたりしました。で、だから作品そのものを見てしまうと、ただ便器にサイン入れてあるだけのものなんですよ。だから今まで紹介した写実主義とか印象派とは違って、その作品だけを見てもなんだかわかんないですよね。ただの便器なんで。それが現代アートのちょっと違うところ。で、この時代の作品とかこれ以降の作品をですね、コンセプチュアルアートって言ったりします。要するにそのコンセプトの部分。どういう意図でそれを選んだのか。さっきの自社の言葉を借りれば何を選んだのか。どうしてそれを選んだのかっていうところですよね。そこがアートの重要な部分。そこでクリエイティブな部分を出していく。自分の表現ということをしていく。そういうふうになっていったのがコンセプチュアルアートっていうものができてくるわけですね。こういうふうにただそのものを見て美しいとか、自社の言葉を借りれば網膜的にとか言ったりするんですけど、それ目で見て美しいとかいいねっていうのではない見方みたいなのができてきます。ただ構造としてはやっぱり時代背景があって、それに対してこういうことをしようと思って方法が出てきている。ね。そういう構造自体は変わらないんですね。写実主義の頃から。ただこの時代からワークっていうものから一気にコンセプトとかコンテクストとかいうところにどんどん注目がぐっと変わってくるっていう、そういう事例としてレディメイドっていうのがあります。はい、というわけで3つほどちょっと事例を出しましたけれども、全部期間で言えば100年ぐらい差があるわけですね。でその中でも全然違う作品なんですよ。普通にリアルに絵を描いてるのから、ちょっと崩してぐしゃぐしゃっと描くのから、最後はもうなんかただ便器を借りるだけみたいな。ただ構造としては最初に紹介した4つで全部理解できるんですね。どういう時代があって、どういう価値観が当時あって、どんな国にいてとか、そういう文脈って言われる背景みたいなものがあって、そこからこうしようっていう意図が生まれる。こういうことをやろうっていうコンセプトが生まれる。で、じゃあこう表現しようっていうやり方が出てくる。方法ですよね。方法が出てくる。で、最後作品が出てくる。っていう構造です。で、この4つを知れば、ほぼ全てのアート作品は理解できると思っていいと思います。これはどの時代、どの地域のものでもですね。この4つです。文脈、ね、制作意図、で、方法、どんなやり方か。で、作品。この4つが見れれば、チェックできれば理解できます。でですね、ちょっと、誤解を招くかもしれないですけど、簡単に言うと、昔の作品になればなるほど、一番最後の作品そのものの注目が高いんですよね。作品そのものの価値が高い。作品のワークそのものが美しいかどうかとか、優れてるかどうかとか、そういう話になってくるんですね。でちょっとずつ現代に近寄ってくると、ちょっとプロセスが重視されてくる。
どんな書き方したのかとか、どんな表現方法をしているのかとか、キュビスムとかピカソとかもそうですよね。キュビスムっていうのもぜひ調べてみてほしいんですけど、そういうちょっとこういうカクカクしたので表現したよっていうのも、その表現方法ですよね。プロセスに注目が集まっていくわけです。で、もっと現代に近づいてくると、なんでそんな書き方したのかっていう意図ですよね。コンセプトにさらに注目が集まります。その書き方そのものが面白いとかじゃなくてですね、どうしてそんなことしたのっていう話になってくるわけですね。で、コンセプチュアルアートっていうのが生まれて現代アートになってくるわけですね。でなると、もう最後文脈っていうのまで遡るわけですね。例えば、なんとか、例えば共産主義に対する政治批判だったりとか、資本主義にとか大量生産とかに対する批判だったりとか、なんかメディアに対する批判だったりとか、そういう時代とかですね、政治とかですね、自分の文化とかですね、そういうものに向かってなんか発信していくアートとかも出てくるわけですよね。なんでただ自分がこう思ったからっていう話じゃなくて、そういう時代そのものの文脈っていうものを知らないとちょっと作品の意図がわからないっていうものも出てきたりするわけです。こういう時代だったからこうしたっていうのがセットになってるわけですね。そういうものも出てくる。それがいわゆる現代アートって言われるものなんですけども、こういうふうに4つの要素を見ていくことで、近代とかもしくは古典とかですね、絵画とかも見れますし、現代アートとかいうちょっと難しいアートも見れます。例えば現代アートの中でもパフォーマンスのアートがあったりします。行動をするっていうかね、絵とかじゃなくて彫刻とかじゃなくて、人間がパフォーマンスする、行為するっていうことがその作品になってくるのがあるんですけど、それとか一見ただいきなり街中掃除し始めるとかするんですよ。これがアートだって言われてもはぁとかなるわけです。みんな何がアートなのってなるんですけど、今のちょっと押さえて見てみてください。どういう時代でね、どういうそこから意図を取ってコンセプトを練って、でどうしてその方法を取ってその作品になったのかっていうのをチェックしていければ全部わかります。でこの話を専門書とかではしているんですけども、ここまでまとめてないんですよね。全部ちゃんと説明されちゃってるので細かいんですよ。今僕がした話はすごいアブストラクトなんで、本当はもっと細かい話なんですけど、今日はちょっと簡略化してね、ここの4つの点でアートっていうのは理解できるよっていうことをちょっと紹介しました。はい、いかがだったでしょうか。というわけでね、今回はアート鑑賞方法っていうのをちょっと説明したわけですけれども、最後に何についてね、皆さんも理解していただけたと思いますけれども、ただ見てるだけ、作品を見ただけではちょっとわからないっていう時代になってきたんですね。何が必要かっていうと、解説とかをやっぱり見なきゃいけない。知識が必要なんですよね。なんでこんなのができたのかっていう知識を持ってないと、ちょっとただ見て楽しむっていうのは難しいっていうのが現代アートになります。で確かに古典のアート、さっき言ったクールベの絵とか印象派だってただ見て綺麗とかなんか好きとかはできますよ。ただ今みたいにちょっと時代背景とか何を狙ってこんなことしたのかっていうのを知るともっと楽しみますよね。で今のはもっとすごい簡単な説明でしたけど、もっと詳しい説明見るともっと面白いです。そんなことやってたんだとかね。クールベって人はなんか初めて世界で初めて古典っていうのをやった人なんですけど、そのエピソードとかもね本当は面白いなんで古典やることになったのとかもね、いろいろあるんですよ。そういうなんか物語みたいなものとして見ていけるとすごく面白いです。で現代アートっていうのはそもそもそれがないと見れないっていうところで非常に知識とかが大事になってくる。要するにアートっていうのは感覚で見ていいとかですね、センスで見るとかいうものじゃないってことですね。知識が必要です。ちゃんと勉強してちゃんと解説を見て、それで初めてわかるものなんですね。なんで現代アート見て私センスないわとか見てもわかんないとか私アート向いてないとか思う人いるかもしれないですけど、全くそれは誤解で、ちゃんと説明見れば誰でもわかるものなので、逆に言えば僕とかだって説明見ないでいきなり現代アート先見せられてもわかんないですよ。だから海外の美術館行ってもちゃんと解説文読んで、画集とかの図録の解説文読んで見てます。ので皆さんもそういうものだなと思ってねもらえたらいいかなと思います。それではですね、今回アートの鑑賞方法みたいなことを説明しましたけれども、具体的にここの時代のこういう作品ちょっと解説してほしいとか、そういうの聞いたけどここわかんないっていうのがあったらぜひ教えてください。そしたらまたそこを解説する動画とかあげるかもしれません。よろしくお願いします。それでは面白いなと思ってくださった方はですね、高評価とあとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。正直言って今回ね説明したけど印象派だけで2時間喋れるからね本当は2時間喋れるんだけど
成り立ちってことでキュッとやったけど、レディメイドだけでね、3時間喋れるからね。まあ、成り立ちってこと。授業でやるときはね、なんか、こんなもんだよね。うん。